皆さんこんにちは、うつベンチです。今回はベンチプレスが強くなる6つの順序というお話をしていきたいと思います。皆さんはベンチプレスを強くしていく中でやるべきことの順序というのを考えたことがありますか？初めのうちは伸びたけれどもそこから停滞してしまっているとか、今の自分がどういう練習をするのがいいかわからない、こういった悩みを抱えている方って結構多いんじゃないかなと思います。この多くは今回ご紹介する強くなるための6つの順序を間違えてしまったために起きていると思います。実際に僕自身もこういう悩みって常にあるんですけれども、始めたてとかはどういう練習したらいいかわからない、5×5 なのか 10×5 なのか 8×5 の方がいいのか 10×10 なのか 8×8 なのか、プログラムなのかピリオダイゼーションなのか、補助種目は行った方がいいのかとかですね。フォームであれば肩甲骨は寄せた方がいいのか下げた方がいいのか、下方回旋なのか立てるのか広く取るのか、下ろす位置はお腹側なのか胸側なのか、足は蹴るのか踏ん張るのか、手幅はナローなのかワイドなのか、正しいグリップはどんな感じなのか、こんな感じで簡単に思いつくだけでも結構いろいろと選択肢があるんですよね。で、こういった情報っていうのはネット上にバラバラに置かれています。つまり誰がその情報の内容を行った方がいいかっていうのはあんまり明確になってないっていうことが多いように感じます。初心者の方でも中級者の方でも超上級者の情報、例えばフォームだったりセットの組み方だったりを入手することができるっていう状況なんですよね。多くの場合ネットを使って情報発信をするのは中級者以上、上級者とか超上級者だと思います。これで何が起こるかっていうと、初心者の方っていうのは上級者の情報をもとに練習するということが起こります。ですが、上級者にとって正しい練習方法というのが初級者にとっても正しい練習方法かというと、必ずしもそうとは限らないということがあります。逆に上級者の練習を真似することで初級者の成長が遅くなってしまうというケースの方が多いんじゃないかなというふうに思います。この問題を解決するためには、自分は今どの段階にいてどのような練習をするのが強くなる上で一番いいのかっていうのを理解することだと思います。そこで今回はベンチプレスが強くなるための順序っていうのを明確にして、自分がその順序の中のどの段階にいるのかということを考えていきたいと思います。これをご理解いただくことで、自分が今どの段階なのか、どういう練習をした方がいいのか、今やってる練習っていうのが合ってるのか自分にということがわかると思います。今回の動画の内容っていうのは僕の中でものすごい大事な部分で、今自分がやっていることっていうのがどこに当たるのかっていうのをいつも意識して練習しています。今回の動画の内容をもとにそれぞれの項目をさらに深掘りした動画っていうのを出していこうと思いますので、もしこの動画が面白かったよとか次の動画も見てみたいよと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価をしていただけると大変嬉しいです。では本編いきましょう。まずベンチプレスが強くなるために一番最初の段階としてくるのは遊びです。これは皆さんが筋トレをする中で初めてベンチプレスをした時、ちょっとベンチプレスをやりだして楽しいなーって感じてベンチプレスをたくさんやっている時の感じですね。まずはここから始まるのが大事だと思います。例えばボディメイクの観点で大胸筋のトレーニングをするからベンチプレス好きじゃないけど仕方なくやっているっていうのは、個人的にはですよ、強くなる上ではあまり良くないんじゃないかなと思います。やっぱり強くなるためには楽しんでやるとか遊びながらやるベンチプレスが好きっていうのが大事ですね。この遊びっていうのは他にどういう意味を含んでいるかというと、例えばこれこうやったらどうなるんだろうなとか、フォームのここをいじったらどうなるんだろうなとか、こういうセットの組み方したらどういう風になるんだろうとかって、実験的に好奇心を持って何かに取り組んでみるということなんですよね。これをやると何が起きるかというと、もちろん失敗することっていうのもあるんですけれども、今までやったことないことに挑戦してみるわけなので、新しい発見、しかも意外な発見があったりするんですよね。こういった発見っていうのはベンチプレスを強くしていく上で非常に重要だと思っていて、例えばただ 10×5 を続けているっていうのと比べて知識の幅とか深さっていうのが全然違ってくるんですよね。そういった知識の積み重ねっていうのは自分が迷った時とか停滞した時の引き出しの多さっていうのにつながってきます。またこの遊びっていう部分、楽しくやっているっていう部分を取り入れてあげるとモチベーションの低下っていうのも防ぐことができるんですよね。人ってなんでモチベーションが下がってしまったり、なかなか上がらないっていう状態になってしまうかというと、やっても変わらない、変化がないっていうことだと思うんですよ。重量も全然伸びないし、トップもセットも伸びないし、みたいになって半年ぐらい同じようなことをやってフォームも全然変わってないっていう風になるとやっぱ飽きちゃうじゃないですか。
そうなった時にこの遊びっていうのを入れてあげると適度に刺激になって新しい知識が手に入ったりモチベーションが下がらないっていうことが得れるので、この遊びっていうのは僕は非常に重要だと思っています。で、この遊びっていう部分は一見すると非常に非効率的に見えると思うんですよ。なので今流行りの効率的なトレーニングっていうのとはちょっと路線が違うかなというふうには思うんですけれども、僕が思うのは嫌いなこととかつまらないこと、ルーティン業務みたいのは効率した方がいいかなというふうに思うんですけれども、好きでやっていることっていうのは効率化とかじゃなくて非効率的な方法でも楽しんでやれればいいんじゃないかなというふうに思っています。ただ練習の全てを遊びに当てていいかっていうとそれはまた違うと思っていて、遊びの部分は1割から2割ぐらいかなというふうに思っています。もちろんずっと遊びがない時期があってもいいと思いますし、遊びを入れる時期があってもいいと思います。3割とかになっても時々ならいいんじゃないかなと思います。残り8割っていうのは自分がやった方がいいなとか、これをやろうと決めたことですね。そういった練習をやった方がいいですね。遊びはベンチプレスを強くしていく第一段階でもあり、途中経過でも必要であり、最終的にたどり着く場所でもあるのかなというふうに思います。これから話す各段階のどこからでもこの遊びっていうところにはアクセスした方がいいかなと思いますね。はい、次ですね。次なんですけど、この遊びっていう段階を大きく隔てて、次は基本という段階に移りたいと思います。この基本っていうのはベンチプレスの重量を上げていくとか、ベンチプレスを行う中で必須になってくる動きだったりとか、フォームだったりとか、セットの組み方、そういったことになります。型というふうに言い換えてもいいかもしれません。この基本とは何なんだっていう中身に関しては今回ここで全部話すととんでもない時間になってしまうので、今回は割愛させていただきますけれども、今後これもそれぞれ基本ってどういうことをやればいいと思うよっていう話をしていきたいと思います。一例になるんですけれども、僕がフォームの原則だと思っていることをご紹介します。1つ目は肩甲骨を寄せて下げる。2つ目はグリップはしっくりくるように握る。3つ目はラックアップの受けは腕をベンチ台に垂直にする。4つ目は下ろしの時の前腕はベンチ台に垂直にする。5つ目は下ろしは自然に下ろす。こんな感じですね。セットとかも基本的なこと、例えば10レップセットとかありますし、例えばボリュームの確保が大事とかっていうのも基本的なことだと思っています。今回はちょっとこの基本の部分に関する情報量が少ないんですけれども、こういった基本のことを徹底的にやり込むっていうのは特に初級者の方にとっては重要なことじゃないかなと思います。で、勘違いしてはいけないのは基本的なことっていうのは簡単なことで、応用的なことっていうのが難しいことではないということですね。基本が簡単、応用は難しいではないということですね。実際には僕逆だと思っていて、基本っていうのは非常に極めるのが難しいんですよね。で、基本的なことが極められていればベンチプレスってそこそこ強くなると思うんですよ。例えば僕ぐらいとかですね。そこそこ強いか分かんないですけど、85キロぐらいの体重で150キロぐらいっていうのは基本だけで全然問題ないと思っています。ただ実際のところこの基本的なところをやらずに、このステップを十分に踏まずにその先のステップに進んでしまって伸び悩んでいる方が多いというのが僕の印象です。なので今もし伸び悩んでいるっていう方がいらっしゃいましたら、この基本っていうのができているのかっていうのを改めて見直して自分を見返してみてほしいなというふうに思います。意外とその足りないところっていうのは今やってる練習に比べてもっと基本的なところかもしれません。例えばもう全然ボリュームが足りないとか、全然筋量が足りないとか、先ほどお伝えさせていただいたフォームの原則ができていないとか、そういうところに意外と成長のネックになっている部分があるんじゃないかなと思います。はい、では次の段階いきましょう。次の段階は理解という段階です。これは今までやっていたベンチプレスの基本の部分ですね。この基本の部分を理解するという意味で理解という段階にしています。で、この部分っていうのもやっぱり非常に重要で、今までやっていた基本の部分っていうのをなぜやっていたんだろうっていうところですね。ここをしっかり理解するということです。この理解の段階として以前もちょっとお話しさせていただいたんですけど、 Why, How, What っていうのがあります。 Why はなぜですね。で、How はどのようにで、What は何をという意味ですよね。How と What っていうのは最初の基本のところでやったことですね。何をどのようにやるか。例えば10回5セットを、これが What ですね。正しいフォームで、これが How ですね。実施するということです。で、Why の部分がなぜやるのか、なぜそれをやるのかというところです。
先ほどの例で言うと、10回というのは筋肥大に効果的なレップ数であり、5セットを行うことで今の重量帯における十分なボリュームを確保することができるから理由ですね。肩甲骨を寄せる理由としては、ボトムでスキャプラプレイン、これは肩甲骨面ですね。肩甲骨面を肘が割ると怪我の原因になるので、そこを割らないようにしっかりと肩甲骨を寄せてあげる。肩甲骨を下げることで肩峰下インピンジメント、これは肩を挙上すると起こる怪我ですね。これを防止することができる。こんな感じでやってるセットとかやってるフォーム、それぞれの動作について、それをなぜやっているのかっていうのが説明できるぐらいまで理解しているっていうのがこの段階です。なんでこの理解っていう段階が次のステップ、応用っていう段階の前に入っているかということなんですけれども、応用っていうのは基本から完全に外れた別のものっていうわけではなくて、基本を少し外しているものということですね。意図的に少し外したものを応用と言うんじゃないかなと僕は思っています。なので、どうやって応用しようかなっていうふうに考えた時に、基本がしっかりできていて、基本がしっかり理解できていないと応用のしようがないんですよね。もしくは全く的外れな応用方法になってしまう。なので、この理解という段階は応用という段階に至る上で非常に重要なプロセスだと思っています。僕が自分自身の練習においても動画の発信においても一番力を入れているのはここの理解の部分ですね。なぜやっているのかっていうのを大切に知って練習したり動画発信したりしています。はい、次に応用という段階に行きたいと思います。この応用というのは先ほどお伝えした通りですけれども、基本から少し外してより自分に適した形にするということですね。例えば、アセンディングセットで組んでみたり、これはモチベーションの問題でどんどん上がっていくから楽しいとか、低レップセットを多めに組んでみたりとか、筋肥大は、今はいいので神経系をしっかり鍛えていきたいという場合ですね。フォームで言うと肩甲骨を立ててみたりとか、寄せを少し甘くしてみたりとか、レッグドライブを効かせてみたりとか、こういったことが応用に当たるんじゃないかなというふうに思います。で、この応用という段階について注意しなければいけないことがあります。一つ目は YouTube などで教えている人の多くがこの応用部分を発信しているということ。なぜならベンチプレスの基本っていうのはもう知れ渡っている、もしくは発信者自身が当たり前すぎると思っている場合ですね。新しく出すにあたって情報としての価値っていうのはあまり高くならない可能性があるということですね。皆さんに動画を見てもらうには新しい情報だったりとかテクニックみたいなものがやはり注目されるのって仕方ないと思うんですよ。ですが皆さんがそのままそれを取り入れていいかっていうと、それもまた違うんですよね。もちろんご自身の技術レベルだったり体の作りだったりそういったものに当てはめて考えていただきたいんですけども、まだ基本的な部分ができていない方が応用的な部分を取り入れてしまうと重量が伸びなかったり怪我の原因になったりします。例えば超上級者の方が3レップのセット、例えば 3×10 セットとかっていうセットを組んでますという風に聞いたので、自分も、マックスはまだ90キロぐらいだけど 3×10 っていうセットの組み方で100キロを目指していくと。もちろんこの組み方でも100キロっていうのは達成できるかもしれないんですけれども、個人的な考えとしてはもちろん体重にもよりますが、100キロぐらいの重量が上がらないということは基本的なフォームと基本的に必要な筋量が足りてないと思っています。そこで神経系を強化するような低レップセットが適切かっていうとちょっと疑問が残る部分ではありますね。3レップセットっていうのを2、30セットやればボリューム稼げるのでちょっと別の話になってくるのかなと思いますが、なかなか現実的ではないかなという気もします。あとは肩甲骨を寄せずに立てるとかですね。初心者とか中級者ぐらいのレベル、もちろん僕もですけど肩甲骨を立てるっていうほどの胸椎の柔軟性を持っている人っていうのは非常に稀だと思います。もちろん人にもよるんですけれども、もともととかその柔軟性の獲得への努力がすごい人っていうのはかなり肩甲骨が立つっていう人はいるんですけど、ほとんどいないと思うんですよ。でその体の硬い人が肩甲骨を立てて寄せないっていうことをするとどうなるかっていうと、肩甲骨が立ってるから寄せなくても肩を怪我しないのに、肩甲骨が立たないのに寄せないっていうことをすると、ボトムで肘がスキャプラプレーン、肩甲骨面を割り込んでしまって肩を怪我してしまうということになりかねません。こういったことが起きる原因としては基本ができていないっていうのと、その基本が理解できていないっていうことだと思います。
なんで寄せて下げるんだろうっていうところが理解できていれば、肘が折りすぎて肩甲骨面を割ってしまうと肩を怪我するからだなっていうのが分かるわけですね。それが理解できていれば肩甲骨面を割るのはまずいっていうのが分かります。そうすると肩甲骨を立てて寄せないっていうのを聞いた瞬間に、寄せなくて大丈夫なのかなって思うわけですよね。疑問を持ちながらも試しにやってみようと、肩甲骨が立たない状態で寄せないベンチプレスをやってみると、何やらちょっと肩が痛いなという風になります。そうなった時に何を思うかっていうと、あれこれってもしかすると肩甲骨が立ってないとこのテクニックって使えないんじゃないかな、成り立たないんじゃないかなっていうのが分かるわけですよね。基本を理解するホワイの部分ですね。これを理解していると、この応用ということに関してもしっかりと取り入れていくことができます。逆にこの基本の理解っていうところが進んでいない、もしくは基本ができていないっていうことになると、応用に出会った時に基本からどういうふうに外しているかっていうのがわからないんですよね。そうするとただ闇雲に点で狙い撃ちした個々のテクニックっていうのをやっていく形になるので、なんでこの応用をやっているんだろうなっていうことも結局は理解できなくなってしまいます。そうなるとやっぱり重量って伸びづらいと思うんですよね。2つ目の注意点としては、かなり多くの方がこの応用部分に取り組んでいるんですけれども、基本の部分が抜けてるような気がするということですね。でしかもその停滞の理由っていうのを、その応用部分ができてないからだっていうふうに思っている方が結構多いです。例えば120キロ上がらないのはレッグドライブが使えないからだとか、足の使い方が悪いからだって思っている方いらっしゃるかなと思うんですけど、実際その120キロが上がるだけの上半身の筋肉があるのかなっていうところですね。120キロ上がるためのセットっていうのを組めてるかなと。例えば100キロ8回とかですよね。なのでセットにすると100キロ7回5セットとか、100キロ6回5セットとか、そういうレベルのセットがちゃんと組めてるのかなと。ラックアップの受けはちゃんと垂直になっていて、下ろしも前腕が垂直、ボトムは素直に下ろしていくことができているかなと。素直に下ろすためにグリップはしっくりくるように握っているかなとか、胸郭を少しでも立てれるように胸椎のストレッチをしっかりやっているかなとか、この辺を掘り下げていくと大体どれかに当てはまるんですよね。で大概は筋量不足か柔軟性不足ですね。この2つが多いです、正直。なので今重量が停滞している方っていうのは、自分が今やっているのはどこなんだろうっていう、基本なのか理解なのか応用なのか、これもしかして今応用をやっていて実は伸びない原因って基本的な部分ができてないからなんじゃないかなっていう気づきがあると、すごくいいと思います。この応用というところに関しては、いかに自分自身に当てはめていくかっていうところが大事で、足の位置だったりグリップの握り具合だったりバーが降りてくる位置とかですね、こういったところを自分なりに調節していくという感じですね。でここで例えば胸椎がすごい柔らかいっていうんだったら、肩甲骨を立ててあげて寄せない、ボトムに向かっていくにつれて寄せていくっていう形ですね。そういう応用の仕方っていうのは十分にありだと思います。で応用問題というのは自分に当てはめていっているものなので、非常に個別性が高いんですよね。個別性が高いっていうことはどういうことかっていうと、人が言っているものが自分に当てはまるとは限らないということです。限らないというか、はまらないケースの方が多いと思います。なのでこの応用っていうのは人に教わるものではなくて、自分で応用していくっていうことですね。自分のことっていうのは結局自分が一番わかるので、自分だったらどうなのかっていうのを考えるわけです。それを考える上でまた必要になってくるのがこの1個前の段階の基本なんですよね。基本と基本の理解ですね。自分の基本っていう状態からどういうふうに少し外すのか、マイナーチェンジするのかっていうことを考えていかなければいけないので、その前の段階の基本と基本の理解っていうところが非常に大事なベースになってきます。はい。では応用はこれぐらいにして、次にこの基本理解応用っていうところからまた大きく隔てて別のフィールドに行きたいと思います。でこの基本とか応用ですね、実技の部分ではこの2つですけれども、ここがかなり練れてくると何も考えずに無意識でベンチプレスができるようになります。これが無意識の段階です。この段階にいる時が一番ベンチプレスが上手くて強い、ベンチプレスの出力も高くなります。なぜかというと、考えながらベンチプレスをすると考え事の方に脳の容量を取られて出力に回す分がなくなるからです。マルチタスクみたいなことですね。考えながら、別のことを考えながら何か作業をすると作業効率ってやっぱ落ちませんか？
僕はね、特にそうなんですよ。マルチタスクがめちゃくちゃ苦手で、1個のことしかできないっていうタイプの人間なんですけれども、誰にでもそういうことは起きるということですね。多かれ少なかれ。で、基本が固まっていない時っていうのは、やっぱりいろいろと考えながら、例えばフォーム組みで肩甲骨の位置を意識して、ラックアップで腕を垂直にして、下ろしで前腕を垂直にして、下ろしは自然にやろうと。これらを考えながら行うことになります。このようにいろいろと考えながらベンチプレスをするよりも、無意識で体が動く状態まで持っていけると、かなりいい状態だと思います。僕、機械体操をやってたりとか、ストリートダンスやってたりすることがあるんですけど、もう何も考えずに動くまで、とにかくやり込む、踊り込むっていうのが、やっぱり本番でしっかりできるための最低条件だと思ってます。で、この状態まで来れば、重量っていうのも少しずつ上がってくるっていうことが期待できます。なんですけれども、この状態っていうのはあんまり長く続かないんですよね。この無意識の次の段階っていうのは忘却です。無意識の段階でフォームを意識せずにベンチプレスを繰り返していくと、いずれ自分が行っていることを忘れていきます。重量が伸びていればギリギリの重量への挑戦からフォームが崩れていくこともあるんですけれども、無意識でやっているのでフォームが崩れていることも意識できません。何を重要視してやっていたのか当たり前すぎて忘れてしまいます。忘却っていう段階は不調とかスランプとかっていう表現でもいいかもしれません。この状態になってしまった時に何が大事かということなんですけれども、つまりどういうふうに元の状態というか調子のいい状態に戻していくかっていうことなんですけれども、それの前のフェーズでやった基本や応用、その理解ですね。この段階に一度立ち戻って練習を再開するっていうのがいいのかなと思います。これができると結構早くにこの不調とかスランプっていうのを抜け出すことができると思うんですけれども、調子が悪い時とか停滞してる時ってなかなかこれができないんですよね。なぜかっていうと、その直前まで何も考えなくてもできていて非常に調子が良かったのに、これで合ってるはずなのになんでできないんだろうとかっていうふうに思ってしまうからです。実際には考えながらやっていたことや調子が良かった時にやっていたことっていうのが少しずれてきたりするんですけどね。で、ここでもう一度基本とか自分が確立してきた応用っていうところに立ち戻ってみると、なんでこれやってなかったんだろうっていう風になることが僕は多いですね。例えば肩甲骨の寄せが甘くなってたりとか、グリップがトップを軽くするためにハの字切りすぎてたりとか、自分でそのグリップの違和感感じてるんですけど、軽く感じるからあえてしっくりくるグリップから外してしまっていたりとか、それに伴ってボトムでの前腕の角度っていうのが垂直からややお腹側に流れてしまっていたりとか、またそれに伴ってボトムに下ろしていく段階で肘をコネコネコントロールしながら下ろしていたりとか、セットの組み方に関してもなんか目標の重量に近づいてくるとどんどん低レップになりがちになってきちゃって、ボリュームがすごい少ない練習を繰り返していたり、自分自身振り返ってみるとすごい色々浮かんでくるんですよね。その時は自分が正しいと思ってやっているので、それが間違ってるかもしれないっていうのはなかなか思い出せない部分ではあるんですけれども、その時にベンチプレスの基本の動作ってどういうんだったっけとか、自分が基本から派生させて調子のいい時に作り上げてきたフォームっていうのはどういうのだったっけっていうことを思い出してあげて、今の自分のフォームだったりセットの組み方っていうのと比べてあげると、どこがずれてるのかっていうのが分かってくるということですね。そうすると、ここ忘れてたなとか、基本からずれちゃってるなっていう感じで軌道修正することができます。この時に大事になってくるのは記録ですね。その時々の練習でどういう意識で行っていたかとか、どういうセットの組み方で行っていたかっていうのを記録していくっていうのが非常に大事です。これがないと振り返りができない。つまり思い出せないんですよね。自分がやって調子が良かった時の練習っていうのが。調子が良かった時にどういうことをやっていたかっていうのを思い出すっていうのは、半年前とかだとなかなか難しいんじゃないかなと思います。よくお話しする PDCA サイクル、プラン、ドゥ、チェック、アクションというところの、これはチェックですね。確認というところで次のアクションにつなげるための記録をしっかり取ろうということです。で、その改善を次にどういう風にするかっていうプランの部分ですね。計画の部分に組み込んでいって Do で実行するということです。この忘却っていうフェーズですね。このフェーズに入ったなっていう風に思った時、例えばフォームがもう迷走してしまって何が何だか分かんなくなってしまった時とか、セットの組み方、
何が違うのか分からなくなってしまった時に、基本の段階とか応用の段階、もしくはその理解の段階っていうところに戻ってあげることができれば、フォームが迷走してしまったのを一度基本の状態にリセットしてあげることができる。セットの組み方が分からなくなっちゃったけど、基本の10レップセットから再度スタートすることができるというふうになります。ここで一つ大きなサイクルですね、というのができて、基本から始めてそれを理解して応用して無意識にできるように訓練していって、だんだん忘れていってしまうので、分からなくなってしまったらまた基本に戻ってくるっていうサイクルができます。このサイクルの自分が今どこにいるのかなっていうのを考えながら練習に取り組むっていうことが大事かなと思います。例えば初級者の方がいきなり応用のものをやる、冒頭で少しお話ししましたけれども、上級者が話しているすごい個別性の高いフォームの組み方だったりセットの組み方をやるのは僕は違うと思います。これ仕方ないんですけどね、情報の出し方として、これは初級者の方にこそやってほしいものですとか、これは初級者の方はあまり手を出さない方がいいですよとかっていうのは言ってくれないんですよね。で、この上級者がやっていることを初級者が真似してもできないっていうのはどんなスポーツでも同じだと思っていて、例えば野球だったらキャッチボールができない人にシンカーの投げ方とか教えないですよね。サッカー始めて1週間の人にいきなりボレーシュートとかオーバーヘッドシュートとか教えないですよね。バスケ始めたてっていう場合はやっぱりドリブルとかシュート練習するにしてもゴール下とかじゃないですか。いきなりスリーポイント教えたりダンク教えたりしないですよね。対面で教えてる場合はベンチプレスの場合もそういう形で順序立てて基礎からやってできるようになったら応用というふうにやってると思うんですけど、 YouTube とかネット上の情報ではこれがなかなかできないですよね。一方通行なので、そこは受け取る側が情報を分けていくか、発信する側がしっかりとこれは初級者の方に行ってほしいとか上級者の方に行ってほしいっていうのは分けて発信するべきなのかなというふうに思います。発信する側としては再生数が減るので、普通は嫌なのかなと思いますけどね。で、それぞれの段階に対してどういうレベルの人が重点的にやった方がいいのかなっていう風なものを考えたときに、まず基本の部分に関しては初級者の方ですね。初級者の方は基本を徹底して行っていただければなというふうに思います。で、どこまでが初級者なのかっていう話が出ると思うんですけど、僕の中では体重関わらず100キロまでは初級者というふうに思っています。体重軽い方が技術力も必要なんじゃないのっていう意見もあると思うんですけど、僕個人の考えとしては体重はある程度増やせばいいと思っています。身長が170センチを平均とすると、70キロから75キロぐらいだったら、ある程度筋肉乗っかってればそこまで太っているようには見えないと思います。ただ年齢だけはちょっと変えられないのと、明らかに影響が出るということで、30代、39歳までは100キロでいいと思うんですけど、10歳増えるごとにマイナス5キロしていくぐらいがちょうどいいように思います。つまり40代だったら95キロ、50代だったら90キロ、60代だったら85キロまでが初級者という感じですかね。話がそれましたが、100キロまでは初級者ということで、基本の部分を徹底的にやっていってほしい。逆に基本を徹底してやっていれば100キロは上がるというふうに僕は考えています。ちなみに僕自身なんですけれども、ベンチプレス開始、これはイコールトレーニング開始なんですけども、そこから半年、6ヶ月で体重70キロで100キロが上がりました。この当時っていうのは今僕が話しているようなことを全然意識してなくて、今僕が話していることっていうのは僕が失敗したことを話している。それをうまくやるためにどうしたらいいかなっていうふうに考えた結論を話しているというふうにご理解いただいて大丈夫だと思うんですけど、僕は当時かなり基本を無視して、3レップセットとかもやってたんですよ。100キロまでにやらなきゃよかった失敗参戦っていう動画でも出しているんですけど、低レップセットとか、ちゃんとフォームしなかったとか、かなり基本を無視したというか、いろいろ転がってる情報をつまみ食いしながらやってたので、ちょっと遠回りしたかなというふうにも思います。一般的には早いっていうふうに言われるかもしれないんですけど、もっとうまくやれたかなと思いますね。今ならですけど。はい。次に中級者の方なんですけれども、中級者の方がどれくらいかっていうのは非常に難しい問題なんですけれども、この辺から体重も考慮しないといけないなと思います。まず体重関係なしの無差別級でいくと130キロ許上というのが中級者の一つの大きな砦かなと思います。100キロから130キロが上がるぐらいまでが中級者かなというふうに思います。
僕は重量を伸ばしたければ体重を増やせばいいと思っているので、体重を増やして130キロというのを一つの目標にするのがいいんじゃないかなと思いますね。ただそれではいくらなんでも雑だろうと思うので、フォーミュラで考えていきたいと思います。フォーミュラで考えた時の中級者の考え方はだいたいフォーミュラ100未満ですかね。重量の目安でいうと、体重60キロの方は115キロでフォーミュラが98、70キロの方は 132.5 キロで99、体重が80キロの方は145キロ挙上でフォーミュラが99というふうになっています。これは先ほどお話しした無差別級の130キロっていうところから体重によってプラスマイナス15キロぐらいというところです。このあたりは正確な決まりというのは全然なくて、僕の中での考えなので境界線も曖昧だったりしますけれども、この辺をご参考いただければなというふうに思います。で、中級者の方がどこに当てはまるかというと、基本はもちろんなんですけれども、基本の理解というところですね。場合によっては応用の半分ぐらい、下半分ぐらいだけ足を突っ込んでいるかもしれません。ここのところ、理解というところをしっかり固めていって、これから先重量の停滞、どうしても上がらない重量が出てくるっていう時に応用ができるように準備をするという感じかなというふうに思います。で、ここら辺の重量帯でありがちなこととして、基本とその理解というのをすっ飛ばして、もしくは少し軽く見てしまって応用を頑張って練習していると。伸びないけどひたすら応用問題をやっている。これの代表的なものに足の使い方だったりレッグドライブと言われるものがあります。足の使い方っていうのは非常に難しくて習得に時間がかかる割には重量に反映されます。そういったものをめちゃくちゃ練習しているんだけれども、そもそも筋量足りてますかとか、肩甲骨の使い方できてますかとか、問題はもっと基本的なところにあるというふうに思うことが多いです。ですので重量を伸ばしていきたいというのであれば、応用とかそこから先の個別練習をやるんじゃなくて、まず基本がしっかりできているのか、基本の原理原則っていうのが理解できているのかっていうところに重点を置くのがいいんじゃないかなというふうに思います。そこから先の応用をやるには、その理解っていうのが確実に必要になってきます。最後に上級者の方なんですけど、僕から上級者の方にお伝えすることっていうのは実はないんですよね。偉そうにいろいろ喋ってますけれども、僕のフォーミュラっていうのは今99なんですよ。で、僕の中での上級者っていうのはフォーミュラが100を超えた方というふうに思っているので、僕自身はまだ中級者という形になります。大まかにですが、体重60キロの人が120キロ上げるとフォーミュラが102、体重70キロの人が135キロ上げるとフォーミュラが101、体重80キロの人が150キロ上げるとフォーミュラが102というふうになっています。僕あと1なんですよ。1。フォーミュラあと1。早く達成したいですね。自分で上級者って言いたいですね。とこんな感じなんですけれども、上級者の方っていうのは基礎ができていて、それに関する理解もできていると思いますので、あとは個別性を高めていく、つまり応用していくというところだと思います。はい。ということで、長時間お話しさせていただきましたが、ここまでの話をおさらいしたいと思います。まず一番最初は遊びから入りましょうということですね。ベンチプレスを伸ばす上で原点になってくると思います。ベンチプレス始めたての方に限らず、中級者、上級者の方も、この遊び心を持って練習するっていうのは、モチベーションの維持にも役立つんじゃないでしょうか。次に基本ですね。ベンチプレスが強くなる上で、必ず必要になる型っていうのがあります。この基本というところ、この原理原則は押さえておかないと、後々重量が伸びないということになります。ここは特に初級者の方に行ってほしい、やり込んでほしい部分です。次に基本の理解ですね。どういう理屈でこういうことになっているのか、なぜ肩甲骨は寄せて下げるのか、なぜ10レップがいいのか、なぜトップシングルをやるのか、といったところですね。例えばですけど。ここで基本に関する理解を深めていくことで、その先の個別性の高い応用問題を行っていく上で役に立ちます。ここは中級者以上の方に取り組んでいただきたい内容です。次に応用ですね。基本やその理解ができるようになったら、個別性の高い自分のフォーム、自分のセットの組み方、こういったところに取り組んでいくのかなと思います。ここは上級者の方に当てはまる部分なので、僕が多くを語ることはないかなと思います。どの段階でもやり込んでいくとだんだんと無意識でできるようになっていって、その段階っていうのが一番ベンチプレスが上手にできている時だと思うんですけれども、無意識でギリギリのトップだったりとかセットを続けてたりすると、徐々にフォームが崩れてきて何が良かったのかっていうのが分からなくなっていって、忘却のフェーズに入ります。
こうなってしまうとスランプに入ってしまったり、重量が停滞してしまったりするので、分かんなくなってきちゃったなっていう風に感じたら、定期的に基本だったり、上級者の方は自分のベースのフォームというところに戻って再調整するっていうのがいいと思います。はい。ということで今回は以上になります。今回も長尺になってしまったんですけれども、ここまでご覧いただきまして誠にありがとうございます。この動画が面白かったよとか役に立ったよと思っていただいた方は、チャンネル登録と高評価していただけますと大変嬉しいです。うつベンチ LINE 公式アカウントでは無料でメニュー作成やフォームチェック、お悩み相談を行っています。概要欄からお気軽に友達追加とメッセージください。最後にお願いがございます。うつベンチの YouTube チャンネルと LINE での活動をご支援いただける方は、グッドボタンの右側にあるサンクスボタンからスーパーサンクスでご支援いただけると大変嬉しいです。これからもベンチプレス頑張りましょう。それではまた次回。バイバイ。